皆さんこんにちは。この動画ではゲームボーイ版のグラディウスであるネメシス1と2の前日ターンを解説します。そんなストーリーだったのと思っていただければ幸いです。ネメシスグラディウス歴6658年、グラディウス1直後のお話です。惑星グラディウスをめぐり壮絶な戦いの末、ビッグバイパーに敗れたバクテリアン軍は宇宙の塵と化したかに思われました。ところがその生命は絶えてはいませんでした。彼らの中侵略計画は新たに惑星ネメシスに狙いを定め、その美しい星を我が物にしようと侵略攻撃を開始したのです。かすかな SOS をキャッチしたビッグバイパーはネメシスへと飛び立ちます。ビッグバイパーを待ち受けるものはネメシス2グラディウス歴6658年、ネメシス1のラスボスを倒した直後のお話です。すべてを包み込む闇の中で、遊軍艦を示す青い光だけがコクピットを照らしています。惑星ネメシスでの戦闘は終わりました。モニターが機関座標を指示しています。巡航モードを解除し、着艦準備に入った途端、背後に妙な感覚が走り、その瞬間、警告音がコクピットに鳴り響きました。エネルギー反応、回避、3回せよ、ノイズ音が通信をかき消すと、同時にコクピットがミシミシと悲鳴を上げます。ディスプレイから遊軍艦の光が消滅していきます。コンソールのスイッチをはたき緊急離脱に移る。センサー最大レンジへ、ディスプレイにデータが流れました。コア級、先端化、加速するビッグバイパーは、アステロイド地帯に向けて、退避行動を取り始めました。なんとか岩石の隙間で難を逃れました。このままグラディウスまで逃げ延びるようなビッグバイパーではありません。返り討ちにしてやれ、敵の生き残りをぶっ潰す旅が始まります。と、大体こんな感じの物語でした。ゲームボーイ版でもしっかりお話が作られてたんですね。ネメシス1はグラディウスの GB 移植版のようなもので、グラディウス1と同一視する見方もできますが、ストーリーを読んでみるとグラディウス1の終戦直後っぽいので紹介しました。このゲームはゲームボーイであり、ハードの限界による制約を感じますが、随所の演出が凝っていてかっこいいのが特徴です。見る機会があったらぜひ見てみてね。なお、海外版のグラディウスシリーズは、ネメシスシリーズというタイトルなのでご注意ください。本作は日本向け GB ソフトネメシスでございます。逆に海外版の GB ネメシスには、グラディウス、ザ・インターステラー、アサルトという名前みたいです。ややこしくて頭がおかしくなりますね。さて、次回はグラディウス2、ゴーファーの野望を取り上げる予定です。感想、ご要望、ご指摘、リクエスト、思い出話、そして動画で触れきれなかった裏設定など、コメントでいただけるととても嬉しいです。よろしければ、高評価やチャンネル登録もしていただけると励みになります。それでは、ご視聴ありがとうございました。